地元は千葉の出しだ、あの頃の君と同じさ。スチャダラパーの坊主くんの手書きのリリックっていうのを見て、こうすんだっていう。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、ダボです。10エッセンシャルです。ダボにとってなくてはならない10個のアイテムを紹介しております。それでは行ってみよう。最初のアイテムはヘッドギアです。もう必要不可欠ですね。中学が坊主強制だったんです。高校になってみんな伸ばすんですよ、髪の毛。思いっきり切ってパーマかけたりで、僕も伸ばしてたんだけど、高校入るぐらいもうラッパーなんでキャップかぶりたいんで、キャップかぶってると髪グーってなってこう痛いだし、もう取ると変な形になってるじゃないですか。嫌でまた坊主にするんですよっていうぐらい帽子好きなんですよね。これでもすげえ日常的にかぶってますね。めちゃくちゃかぶってます。これマジックスティックの B にニューエラのいわゆるこういうやつって濃すぎてダサいみたいな時があるっすよね。そうするとなんかこのちょっとくしゃってできる、これもニューエラだけどくしゃってできる帽子のがまあ今日の感じだなとか。キャップよりビーニーのがかぶってるかもしんないですね、ここ 1,2 年ぐらいは。僕スキンヘッドなんで頭ぶつけるとすぐ切れるんですよ。そういうのもまあ防いでくれたりとか、はい、僕の人生を彩ってくれるこのヘッドギアたちが間違いなく僕のマスターアイテムの一つですね。続いてのアイテムはフーディーです。ヒップホップ象徴するアイテム、もう自分の世代はっすよ。ベースボールキャップ、ビーニー、フーディー。僕のまあ友人と言わせてもらいましょう。今野くんっていう人がやってるネクサス7、真っ黒だったんですよ。でもこれもう気に入りすぎて着倒してるんです。そうするとこうね、いい感じでこう墨黒になってくるんですよ。これがまたねいいです。今野くんが思ってるより100倍着てます。俺はこれ90年代プルオーバーなんですよ。プルオーバーだったらもうかっこいいみたいな。フードついてるシャカシャカとかあるじゃないですか。フルジップよりハーフジップ、 B ボーイっぽいです。要はこの形が好きなんです。木をてらったファッションもしてましたね。うちのそのニトロのメンバーの水賢とかドレッドとかアフロとかにこうネイティブアメリカンのド派手なポンチョ着て、こう先っぽにドクロがついた杖とかを、ドクロついてたかな、僕今持ったかもしれないです。ただもう杖持ってたっすね。片膝まくるのとか流行ったっすよ。じゃあ俺は片腕まくるとかね。同じような服着てるから基本は、じゃあどこで差つけるかみたいなことをやってましたね。次のアイテムはフォースワンとティンバランドです。まあこれ言ったらニューヨークキックスですよ。でまあ今や別にねニューヨークに限らず、もうヒップホップの枠を超えて2大ストリートキックスって感じでさね。本当はねこんなのハイキング行く靴だよ。これを街中で履こうっていうその感性がニューヨークストリートの靴のアイコン。ナイキさんとティンバランドさんはこの2つの靴をカタログから下げることはないと思う。売れなくなっても下げないと思うぐらいカルチャーを背負っているこいつらは。これは声を大にしてエアフォースワンを日本で流行らしたのは俺たちだ、ニトロ。完全にその兆候は90年代の後半からあったわけ。時代はエアマックス言ってっけど、ジョーダン言ってっけど、まあ待て、フォースワンがかっこよくないかっていう価値観は渋谷の宇田川町にはあったので、我々2000年デビューして、そのニトロがバンってメディアに露出した時に足元を見るとみんなこの靴を履いてる。若くてビンビンの僕たちは靴をかっこよく綺麗に履くっていうのをリリックに何度も入れたし、気をつけな俺のナイキ踏んだら即極刑とか、極刑ですよ。その前に俺たちの先輩雷先輩のツイギーが毎日磨くスニーカーとスキルを言ってるわけじゃんね。それを吸い込んで俺たちはこう大人になっていってるわけで、それを実践したんだ俺たちは。靴が汚れてるのは恥ずかしいことっていう価値観を我々はその世代に植え付けたのよ。靴を大事にすることを日本のヒップホップで流行らしたのはニトロだって覚えておいてください。続いてのアイテムはアップルギアですね。リリックベテランでも若手でも今みんなここで書くよね。まあ俺も書いたりするし、
これでもこれでもリリック書くけど、なるべくなら手書きが好きなの。自分だけのリリックの書き方があるの。スチャダラパーの坊主くんの手書きのリリックっていうのを見て、こうすんだっていう斜線が入ってます。これブレス。地元は千葉の出しだ、あの頃の君と同じさ、江戸に夢見たカフェだった体一つ乗り込んだビルの谷間、どうフローするんだっけっていうのが文字だけだと分かんないから、俺はこうやっていつも書くのね。地元は千葉ね、ここでブレス入ってる。でブレス入ってないと地元は千葉ってなるわけ。楽譜みたいなもんっていうか、これは多分人によっていろいろ書き方あると思うけど、俺は坊主くんがやってたスタイルを、自分なりに書きやすいようにやるようにしたっていう感じですかね。続いてのアイテムはシャギーベビーモニターです。赤ちゃん監視マシーンです。一番よく使われるのはその赤ちゃん寝てる部屋にそのカメラを設置して、離れてる親がいる場所にこのモニターを置いておいて、動きと音を感知するね、カメラが。お、寝返り打ったとか、あ、泣いたとかが分かるわけね。なるべくうちは家事も育児も半々を目指すっていうそのポリシーのもと生活をしてるんでね、本当に半々とはなかなかいかないよ。やっぱ女性の負担の方がもちろん大きいから、これがあることによって楽なことがねすごいあるんだよね。ライブ配信俺大体 DJ をしてる、マイク立てて時とかもとかやってる途中になる時があるの。ちょっと待っててねって言って3、4分ここを空席にして戻ってくる。お待たせ。でもこれからお子さんね生まれるとかいうそういうシチュエーションの方にはすげえ俺はおすすめですけどね。続いてのアイテムはコーヒーです。母がコーヒーすごい好きで、でもその10歳になるぐらいまではブラックコーヒーとか飲ましてくれなくって、10歳ぐらいになってあなたもそろそろ行っちゃうみたいな感じで行っちゃうなんつってデビューするんですよね、10歳ぐらいで多分。うちの母はこういう昔ながらのゴリ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 っていうそれで弾くんですよ。その時間がいいっつって、だんだん豆の香りが立ってきて、でそこからハンドドリップで入れるんでね。コーヒーのそのイズムはもう完全に俺は母からもらってて、美味しいね。大事に入れるから美味しいね。いい話だな。続いてのアイテムはタバコです。タバコはもう100害あって一理なしって言うじゃないですか。一理はあるよ。一理はあるよ。だってうめえもん。タバコはまずくなったらやめようと思ってんの。うまいんだよね。そして先ほど登場したこのコーヒーとのね相性たるや。Q-TIP と5、ラッパーと DJ、音楽と踊り。タバコがうまい瞬間ベスト3。あえてこれを3位にします。ご飯の後です。第2位、いたした後ですね。いたした何分間かのことを思い出しながらねタバコ吸うの美味しいですね。みんなやってんだろ。第1位はですね、一仕事終わった時です。1曲が完成しました、じゃあこのまま書き出しちゃいますねなんつってマニピュレーターさんが言って、お願いします、でタバコ吸い行くべ。でタバコ吸って、はあいい感じだったね、いい感じだったべって言ってタバコ吸うのはやっぱ美味しいですね。その達成感とともにたしなむタバコはやっぱめちゃくちゃ美味しいです。でもこの時代なんで、なるべく皆さん迷惑かからないようにタバコライフをねこれからも楽しんでいければなって思ってます。続いてのアイテムはお酒です。結婚するまでは週に8日ぐらい遊んでたんで外で飲みますよね。結婚して子供できたんでほとんど出歩かなくなったんで俺は。なんで家で飲むんですよね。で家で飲むのはこの麦焼酎多いですね。2000年にニトロがデビューして、それでもう地方にライブとか日常的に行くようになり、地方都市に行くようになると土地の食い物に土地のお酒合わせてみたいなことを知るわけですよ。その焼酎という宇宙踏んじゃった。焼酎という宇宙をね知ってしまってから、うわお酒って楽しいがまた拍車がかかって、
芋焼酎美味しくない？みたいにモードに入って、やっぱ芋だよ、みたいに生きってたんですよ。福岡にね、老子という男がいて、彼は名前ヒロシって言うんだけどね、そのヒロシとダボ君飲みましょうって、飲もうかって言って、ダボ君飲み物どうしますかって言われて、そこの品書きにある芋をロックでチェイサーもくださいって。関東人的にはその九州の男みんな芋を飲むって思ってるわけ。ヒロシどうすんのって言ったら、じゃあ僕は二階堂ソーダ割りでって言ったわけ。ヒロシ最近麦なのっつって、最近麦が楽ですねっつって、楽？はあ、ほうほうほうっつって、その日からよ、麦相談が走ったのは俺が。すぐ影響されるから、すぐその土地の人が言ったこと、そうなんだな。でその日から今日に至るまで麦ソーダをね飲んでます。はい、楽だね。続いてのアイテムはサングラスです。おしゃれとかよりその機能的にサングラス好きなんですよ。僕すごく目が細いんですよ。日差しが強い時とかですよ、こうやってなるじゃないですか。もう見えないんですよ、ほとんど。僕のグループのマッカチンが言ってたんですよ。そのアーシャっていうそのアーティスト写真、アーシャ撮る時に大体サングラスなんですよ。でもなんでアーシャの時にサングラスかけんの？サングラスかけてると大体大丈夫だからっつって選ぶのが楽だっつって、言えてるなんつって、このレイバンのラウンドメタルが一番かけてますね。でこれはうちの奥さんのもので、ずっとかけてたらこれがもう僕の顔の幅になっちゃって、もうこれ緩くてかけられないみたいな、もういいよ、ずっとかけてていいよ、ずっと持ってていいよっていうことになりまして、このねウェイファーラーとかもやっぱ永遠ですよね。はい、僕は服装がノーマルなんで、そういうところでこういうのちょっとかけておくと、なんかちょっとやってる人みたいな一癖演出できるんで、サングラス好きですね。はい、アイラブサングラス。いや、続いてのアイテムがバックパックです。これはちなみに限りなく無印良品に見えるギャルソンです。かっけえカバン、ここだけレザー。バックパックも乱暴に言うとヒップホップのアイコンです。90s ヒップホップの。多分ね、最初の最初にバックパックを背負ってラップした人とかは下ろし忘れただけとかだと思う。文化の始まりってのはそういうもんよ。だけどそれを見てその人がかっこよかったんだろうね。おおみたいな、リュック背負ってラップしてるかっこよってなって2人目3人目が現れるわけよ。それを見て育ってるわけだから、もちろん僕たちもやるわけ。上着も脱がない、グラサンもかけたまんまバックパック背負ってイエーって言って、その来たまんまで歌い出したみたいな感じがすごいかっこいいのよ。入れるもんなくてもしょうのよ。軽くて膨らむものを入れんの、ダウンベストぶっ込むで、こうパンパンの方がかっこいいんだよ。バックパックって可愛いだろ。そういう時代よ。ダボの10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。何を喋るとかを別に特に何もね考えないで来たんですけど、俺っておしゃべりだなっていうことが分かりました。というわけで10エッセンシャルズダボでした。またお会いしましょう。バイバイ。